皆さんこんにちは、ポンコです。今日は冬仕様にした一時防災リュックの中身をご紹介していこうと思います。ぜひ最後までご覧ください。それではスタート。まずリュックのご紹介をする前に一つだけ大切なことをお伝えさせてください。私が作っているこういった、防災リュックなんですけれども、我が家は津波、土砂崩れ、倒壊など大きな地震が来てもそのようなリスクが低い状態の場所に住んでいるため、そのことを考えて作った防災リュックです。ただ地震が起きた際、津波や土砂崩れなどの危険がある場所に住んでいる方は、命を第一優先に全力で走って避難できる量だけを準備してください。防災リュックが重くて全力で逃げれない状態になってしまうと意味がないので、まずはご自身の命が守れるということを前提に作ってほしいと思います。それでは前置きが長くなってしまいましたが、冬仕様にした一時防災リュックの中身をご紹介していきます。私が今回想定しているのは、さっと持ち運べて寒い時期を1日外で過ごすことを考えて作った一時防災リュックになります。では、まずリュックのご紹介です。以前結構コンパクトめの一時防災リュックをご紹介したんですけれども、今回はちょっと冬仕様っていうことで結構かさばったりもするので、新たに小さめのリュックではあるんですけれども購入しました。容量が10リットルのリュックになります。Amazon で購入しましたね。でこのリュックのいいところなんですけど、私がねさっきからこうやってるんですけど、この後ろを見るとここがなんか肩に沿って肩にフィットするような作りになってるんです。これを背負って走ったところ、なんかすごくフィット感があって走りやすかった印象があったので、これ買ってよかったなと思いました。でね、ちゃんとこうやって両サイドにもねポケットもついてますし、外ポケットもあるし、結構優秀なリュックでしたね。気になる方がいらっしゃいましたら概要欄にもリンクを貼ってますので、そちらもご覧ください。では早速中身を見ていきましょう。まずこちらの外ポケットですね。はい、こちらは以前の動画でもお伝えしてますライトとホイッスルになります。100均で購入したもので、ライト小さめなんですけど意外と光量はあるので広い範囲を照らしてくれます。でホイッスルは何か助けを呼ぶ時とかにいるかなと思います。ライトはですね必需品ですね。光があることで不安感も和らげます。でライト関係でこちらの方が無印良品で購入したヘッドライトになります。普通の手持ちのライトよりもヘッドライトの方が両手が空くのでいろんな作業もしやすくなるかなと思いますので、私はヘッドライトの方を入れています。トイレとかも結局両手使うじゃないですか。そう片手ではなかなか難しいのでね、そういった時も考えたらヘッドライトがいいかなと思います。次にメモ帳とマジックですね。この2つは伝言だったりメモを残すだったりにいるかなと思ってこちら入れています。ボールペンとかよりも油性ペンの方が、いろんなところにも書けるので、私は油性ペンを1本入れています。あとこちらが布テープを、くるくると巻いて平らにしたものです。メモ代わりにもなりますし、破れた服だったりとか、そういったものも留めるテープにもなるので、こちらも持っていたら便利かなと思います。外ポケットは以上ですね。あとこちらに反射板の方もつけています。あとここカラビナですね。何か下げれたらいいなと思ったのでカラビナの方もつけています。では中身を開けていきます。中はビニール袋を入れて、その中に必要なものを入れています。これは雨対策ですね。こ
ちらですね。お水が2本と、以前の動画では1本入れてたんですけど、水は2本欲しいなと思って、もちろん飲み水もですし、汚れた時とかちょっとだけ洗いたいなっていう時にも使えるようなお水があったらいいなと思って、一応2本入れるようにしました。次に食料ですね。1日を過ごすという前提なので少なめです。この中に入っているのがもち麦バーが2個と栄養感が2個、そしてアメちゃんですね。あとはお塩も入れています。被災した直後っていうのは食欲そんなにないだろうなと思うので、最低限の量だけを入れました。で、次にこちらがトイレセットですね。水に流せるティッシュが2個、非常用トイレのセットを3つ、これ凝固剤と黒いビニール袋とボスの防臭袋が入ってます。ゴミを入れるゴミ袋もここに入れております。あとこちらは携帯のミニトイレですね。で、この中に入っているのが1日分の生理用ナプキンと織物シートも入っています。はい、次にこちらの、エチケットセットですね。こちらはゴム手袋になります。ゴム手袋は、トイレの時や、何か汚れるものを触る時とか、衛生面を考えて何枚か入れておいてもいいかなと思います。あとは、寒い冬ですと手袋代わりにもなりますね。こちらは、圧縮タオルです。この使い方は水に濡らして体を拭くとかではなくて、雨に濡れたものを拭き取ったり、あと万が一怪我した時の止血用に使えたらなと思ってこちらも入れています。ノンアルコールのウェットティッシュです。こちらは、常備薬とアルコール綿、絆創膏が入っています。で、常備薬についてなんですけど、持病がある方は必ず入れておいてください。そしてお薬手帳を持ってらっしゃる方はそのコピーや写真を一緒に入れておくと、被災時にそのお薬が欲しいってなった時もスムーズにもらえるかなと思います。あとは、マウスウォッシュと歯ブラシです。マウスウォッシュだけでもいいかなとは思ったんですけど、口の中のネバネバというかベタベタというかがどうしても気になっちゃうので、歯ブラシも一応入れています。口腔内を清潔に保たないと肺炎のリスクが高くなってしまうので、口腔ケアのグッズは何かしら持ってた方がいいかなと思います。と、こちらが折りたたんだマスク。この中にはサバイバルシートも入れています。試しに100均のものを使ってみたんですけど、すごく暖かかったです。暖かかったんですけど、もうガシャ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 音が結構うるさかったので、こっちのカサカサ音が少ないサバイバルシートの方がいいかなと思います。こちらも概要欄に載せておきますので、ぜひチェックしてみてください。はい、あとこちらがエアーマットです。このエアーマットは直に地べたに座ってしまうともうお尻とっても痛いし冷たいので、私はこれも一緒に入れています。これは100均の旅行グッズ売り場で購入しました。で、次に色味一緒ですね、私の服とこちらのレジャーシートになります。床にそのまま座るのは、床というか、地べたにそのまま座るのは抵抗があるのと、何でしょう、自分たちの区画というかそれを作るためにもこういったレジャーシート必要かなと思ってこちらも準備をしています。で、次に、こちらは100均で購入したレインパンツです。雨を防ぐのももちろんなんですけれども、風も防ぎますし保温もしてくれるので、こちら万能アイテムだなと思って入れています。で、こちらが、真っ黒な目隠しポンチョです。こちらは着替えの時とかトイレの時とか、また雨の時はレインコート代わりにもなるので結構万能に使えるアイテムです。ポンチョとこのレインパンツは100均で購入しました。次がラジオとイヤホン、あと乾電池ですね。
災害が起きるとインターネットが使えなくなってしまうので、情報収集ができにくくなってしまいます。そういった場合にこのラジオがかなり役立つかなと思います。ただ聞くときに音がダダ漏れになってしまうと周囲の方に迷惑をかけてしまうので、イヤホンの方も一緒に入れています。で次に、こちらがモバイルバッテリーです。2万ミリアンペアで、私今 iPhone13 Pro を使ってるんですけど、だいたい3回ぐらいは充電できる容量になっています。モバイルバッテリーは必ず入れておく必要があるかなと思います。次に防寒グッズをご紹介します。こちらのニット帽になります。頭ね、寒いですよね。寒いのと、あと耳まで覆ってくれるので体温の保持ができるのと、これセリアで買ったんですけど、内側がねフリースフェルトっていうのかな、風が吹いても暖かさを保ってくれそうだなと思ってこちらも入れています。で次にこの両サイドに入れているものなんですけど、この似たような色ですね。まずこっちのちっちゃめの方が、ネックウォーマーです。首を温めるだけで体感温度が上がります。とこちらは腹巻きですね。お腹がね冷えると下したりとかすることもあるので、お腹もしっかり温めていきたいですね。はい、これは手袋になります。ちょっとね指先が切れてるタイプなんですけど、そうだ、紹介し忘れてました。こちら軍手になります。この軍手の上から、こちらの手袋をはめて、さらに暖かくする予定であります。とこちらは、レッグウォーマーになります。靴下だけだと長さが足りなくて足がスースーしちゃう可能性もあるので、こちらレッグウォーマーも入れています。ただこれですね、アームウォーマーにもなるので、レッグウォーマーにしたりアームウォーマーにしたりって感じですね。こちらがユニクロのウルトラライトダウンです。こちら薄手ではあるんですけど、ダウンを使ってるので暖かさはあります。ないよりあった方が絶対いいので、こちらの方も入れています。こちらは靴下になります。前は圧縮ソックスを入れてたんですけど、今回はパイル地ですかね、厚手の靴下を入れています。そして、こちらがカイロになります。カイロはですね、靴下用と貼るタイプのカイロと、こちら貼らないタイプのカイロ3種類を入れています。それぞれ持続時間がちょっとバラバラなので、1日を過ごせる枚数を入れています。あともう一つご紹介し忘れてました。こちら現金になります。こちらですね、1000円札が5枚と、あと10円玉、500円玉が2枚、100円玉が10枚入っています。有事の際は現金を使うことが多いので必ず入れています。あとこちらの白い紙の方が家族の電話番号などが書いてある紙になります。はい、では冬仕様の一時防災リュックの中身は以上になります。この防災リュックは私一個人が考えて作ったものになりますので、必ずしも皆さんに合うというわけではありません。なので参考程度に見ていただきまして、ご自身に合った防災リュックを作っていただければと思います。この動画が良かったよと思う方は高評価、チャンネル登録、そしてコメントよろしくお願いします。では最後まで見ていただきありがとうございました。